こんばんは、クリミナルです。今回は日本で発生した誘拐事件をご紹介します。1993年8月10日午後5時40分頃、山梨県にある甲府信用金庫の新入社員山田由紀さんが業務命令で地方紙の取材を受けるため指定の場所小瀬スポーツ公園へとタクシーで移動した。この公園は甲府新近から3キロの距離にある。そして山田さんがタクシーを降り、公園にある体育館に足を運んだ後、行方がわからなくなった。翌日の午前8時15分、山田さんの父親が娘が帰ってこないと甲府新近を訪問。その5分後の午前8時20分、甲府新近に脅迫電話がかかってきた。お宅の職員を預かっている。午前11時までに4500万円用意しておけ。店長おるかな。どういう今夜コーヒータイム、甲府バイバーズの一帯の、ちょっと下です。じゃあお願いします。そこでちょっと待っててくださいな。お金は用意できました。なんとか。そうですか。これじゃあ1時間後にコーヒータイムで、現金確認後1時間以内にはちゃんとお届けします。私が行きますから。はい。携帯電話は持ってるかい？ないです。じゃあもう一つ、お札の帯封はみんな無地のやつで。だけで、はい。大丈夫です。受け渡しもすぐ会えるようにこっちも、車に乗せてます。はい、大丈夫です。約束します。はい、約束です。甲府新近はすぐに警察に通報し、誘拐事件として極秘に捜査が開始された。事件発生当初、警察はメディアと報道協定を結んだ。報道協定とは、事件の内容を報道することにより、被害者の生命の安全に危険がある場合、メディアに報道を自主規制させるものである。そのきっかけとなったのは、1960年に男の子が誘拐され、手にかけられてしまった事件である。当時、報道に規制はなく、メディアは捜査状況などを自由に報道していた。その報道を見た犯人が、もう逃げられないと感じ、男の子を殺めてしまったことがあったのだ。警察は犯人に捜査を悟られては山田さんの命に危険を及ぼす可能性がある。そう判断し、極秘に捜査した。午後4時2分、甲府新近の支店長が身代金を持って指定された喫茶店コーヒータイムへと出向いたが、犯人は姿を現さなかった。午後4時14分、犯人からガソリンスタンドで待てと新たに電話が入った。そこで指定されたガソリンスタンドに移動すると、今度は中央自動車道上り線104キロポスト地点に金の入ったバッグを置け、身代金を受け取ることができたら山田さんを解放するという電話があった。どうやら犯人は捜査を撹乱するために受け取り場所を変えているようであった。そして支店長が104キロポスト地点に到着するも、そこに犯人の姿はなかった。それ以降、犯人からの連絡は途絶えてしまった。そして事件発生から1週間後の8月17日午前11時半、静岡県の富士川で釣り人が山田さんの遺体を発見した。ここで警察は公開捜査に踏み切り、脅迫電話の録音テープの音声を公開した。ただ、この時点では証拠は乏しく、犯人の特定はおろか、単独犯なのか、複数犯なのかも不明であった。しかし、この脅迫電話の録音テープが犯人逮捕へとつながる。音声分析のプロである鈴木氏により、声紋分析が進められ、犯人像が浮かび上がってきたのだ。鈴木氏によると、犯人は男でだいぶ緊張している。身長は170センチ前後。年齢は40歳から55歳くらい。約束を約束と言ったり、そうですかをほうすっかというなど、国中弁を多用していることから、長年甲府盆地に在住している。帯風という言葉を使っていることから、大金を扱うことのある職業についている。
また、犯人は公衆電話からかけてきており、パルス音からその公衆電話の場所も特定された。その場所は105キロポスト地点の近くにある境川パーキングエリアであった。警察が公開捜査へと踏み切り、報道規制が解除されたことで、連日メディアはこの事件を取り上げ、そこに鈴木氏も出演し、犯人像について語った。その報道を見たとある建設会社の社長はぎょっとした。犯人の声がうちの社員とよく似ている。鈴木氏が挙げた犯人像にも合致している。社長は犯人はうちの社員だと確信した。8月24日、社長はその社員を呼び出した。その男の名は宮川豊。彼は大型トラックのセールスマンであった。身長は172センチで、甲府生まれ、甲府育ち。実際の宮川と鈴木氏が挙げた犯人像は年齢以外はピタリと当たっていた。社長がお前がやったんだろうと問い詰めると、彼は自分はやっていませんと最初は否定した。しかし社長がさらに追及すると、彼はついに犯行を認めた。こうして彼は出頭したのであった。宮川の実家は代々続く農家で、彼には妻と2人の子供がいた。人望もあった彼だが、裏では愛人にのめり込んでいた。愛人のために一戸建てを購入したり、多額の小遣いを与えていたのだ。また、自身の販売実績を上げるために架空の販売契約を繰り返したことで、彼の借金は7000万円にも膨れ上がっていた。そして彼は誘拐事件を起こし、身代金を借金返済に充てようと考えた。彼は以前、甲府信金に寄ったことがあり、その際、窓口にいた山田さんを見かけた。そして名札で名前を知り、標的としたのであった。彼は三日新聞が発行するザ・山梨の記者を装い、甲府信金に取材依頼の電話をかけた。うちに山田さんのことを知っている者がおりまして、彼女を取材させていただいてもよろしいですかね。そしてその話を真に受けてしまった甲府信金の広報部は山田さんを取材場所に向かわせたのであった。その後、取材場所に到着した山田さんを車に乗せ、車を走らせる宮川。しかし、途中で異変に気づいた山田さんが、降ろしてと騒ぎ始めたので、彼は山田さんの首を絞め、静岡県の富士川に遺体を遺棄したのであった。ちなみに、山田さんを殺めたのは、彼女を車に乗せてから2時間後である。つまり、彼が脅迫電話をかけた時には、すでに山田さんは亡くなっていたのだ。そしてなぜ彼は身代金の受け取り場所104キロポスト地点に姿を現さなかったのか。それは何か意図があったわけではなく、宮川の単なるミスであった。彼は105キロポスト地点にバッグを置けと指示するつもりであった。それを言い間違えてしまい、104キロポスト地点と言ってしまっていたのである。しかし、その言い間違いに本人は気づいておらず、当日彼は104キロポスト地点ではなく105キロポスト地点に車を止め待機していたのであった。1995年、甲府地裁は冷酷無比な犯行で模倣性が強く社会に与えた影響は大きいとして宮川に対し無期懲役を言い渡した。検察は刑が軽すぎるとして控訴したが無期懲役で確定した。借金を返済したいがために誘拐事件を起こした宮川。事件当初メディアは知能犯による計画的犯行と報道しましたが、受け取り場所を言い間違えるなど稚拙な部分が目立った犯行でした。そもそも皆様ご存知の通り、身代金を要求する誘拐事件はほとんど成功しません。誘拐するまでは成功しても、身代金を受け取って逃げおおせることは非常に難しいことなのです。もし彼が知能犯であったなら、誘拐事件などは起こさず、もっと別の方法で金を得ようと考えるはずです。なお、現代では身代金を要求する誘拐事件はほとんど起きません。その代わり、振り込め詐欺が横行しています。こちらの方が誘拐事件よりも少ないリスクで金を手に入れることができるためです。
宮川の犯行はある程度計画的でしたが、身代金を受け取る前に被害者を手にかけ、遺体を発見されやすい場所に置き、しまいには自身のミスによって身代金の受け取りに失敗しています。おそらくパッと思いついたようなずさんな計画のもとに及んだ犯行だったのでしょう。取材が正式なものかどうかをきちんと確認し、一人ではなく二人で行かせるなど何かしらの策を講じていれば、この事件は防げていたのかもしれません。最後に格言をご紹介して締めたいと思います。金はいい召使いでもあるが、悪い主人でもある。ベンジャミン・フランクリン。自分が賢いと信じ込むのは愚かなことだ。マハトマ・ガンジー。こんばんは、クリミナルです。今回は久しぶりに海外のキラーをご紹介します。その男は、クリミナルマインドシーズン8、6話の中で紹介された人物、共犯者のリー・ボイド・マルボと共に連続銃撃事件を起こし、ワシントン DC 近郊を恐怖のどん底に陥れた。ジョン・アレン・ウィリアムズは1960年12月、アメリカ・ルイジアナ州バトンルージュのアフリカ系アメリカ人の家庭に生まれた。後に彼は改名するので、以降はムハンマドと呼ぶ。彼の父親は鉄道関係の仕事に従事し、母親は乳がんを患っていた。一家は母親の治療のためにニューオーリンズに引っ越すが、母親はムハンマドが3歳の時に亡くなってしまう。その後の彼の面倒は近所の人やおばが見てくれていた。父親は仕事が忙しく家を空けることが多かったためだ。ただ特に貧しいわけでもなく虐待なども受けずに愛情を注がれて育った彼は性格も明るく社交的であった。近所の人によると小さい頃の彼は明るくて冗談を言うのが好きでフットボールが得意だった。またみんなに甘やかされていてパンケーキが大好物だった。その後、高校に進学した彼は、1979年に高校を卒業。その後彼は、ルイジアナ州軍に入隊し、2年後には高校時代からの恋人と結婚し、翌年に息子が誕生した。しかし、ムハンマドの不倫により結婚生活が破綻し、その後離婚。また、軍隊においても、任務に参加しなかったことや、上官を殴ったことで罰金刑を受け、降格処分となる。その後彼は州軍を去り陸軍へと入隊。1988年3月、彼はミルドレッドという女性と再婚し、3人の子供を授かった。2度目の結婚生活は順調で、近隣住民からも仲がいい家族として評判だった。また、ムハンマドの狙撃の腕は素晴らしいもので、この腕が認められ、1994年に勃発した湾岸戦争には軍曹として参加。ただ彼は陸軍においても問題を起こし、湾岸戦争後に除隊させられてしまう。帰国後彼は自動車修理業を始め、友人と共に空手スクールも始めたが、どちらもうまくはいかず赤字を出してしまう。また、戦争から帰還した彼は別人のようになってしまっており、それが原因で結婚生活が破綻、またも離婚となってしまう。妻のミルドレッドによると、戦争に行く前の夫はとても明るくてかっこよかった。しかし帰還した後はまるで死人のようだったと語っている。ちなみにムハンマドは離婚後、妻の元から無許可で子供を連れ出したことで親権を失った。そして元妻や子供たちに対する接近禁止命令が出されたが、彼はその命令を無視して接近したため、後に逮捕されている。ムハンマドは自分の人生がうまくいかないことに苛立ち、社会と別れた妻のことをひどく憎んだ。ただ、自身の3人の子供のことは愛していた。しかし、接近禁止命令が出されており、会うことはできない。そこで彼は自分が事件を起こすことで社会を混乱させ、その混乱に乗じて3人の子供を奪回する計画を立てた。彼の一番のターゲットは元妻のミルドレッドであった。
ただ、彼女だけを殺めると、真っ先に自分が疑われてしまう。そこで彼は、カムフラージュするために、先に無差別に人々を銃撃し、その後にミルドレッドを狙うことにした。ムハンマドが漠然と頭の中で計画を立てている中、後に共犯者となるある男と出会う。それがリーボイド・マルボである。マルボは1985年2月にジャマイカのキングストンに生まれ、幼少期のほとんどをジャマイカで過ごした。彼の両親は結婚しておらず、ほどなくして母親が一人で育てるようになり、生活費を稼ぐため出稼ぎに出た。マルボは親戚の家に預けられ、寂しい少年時代を送った。1998年、マルボは母親と共にアンティグア・バーブーダに引っ越す。そこでマルボはムハンマドと知り合い、後に偽造パスポートを使って一緒にアメリカへと入国する。マルボと彼の母親はフロリダ州マイアミに住み着き、このタイミングでマルボの母親はマルボの世話をムハンマドに任せた。その後マルボとムハンマドはワシントン州ベリンハムに引っ越し、そこで生活を共にするようになる。マルボはムハンマドを父親とみなすようになったが、ムハンマドはマルボに対し厳しく接した。マルボに早朝のランニングやトレーニングを課し、食事は厳格なイスラム式の食事規定を遵守させた。また、反論は一切認めず、ノーということを禁じた。もともと従順な性格であったマルボは、ムハンマドに絶対服従するようになった。2001年10月、彼はウィリアムズからムハンマドへと改名し、マルボに銃の撃ち方を教え始めた。こうしてマルボは木の株に向かって銃を撃つ日々を送った。そして彼らは2002年2月16日から同年9月26日までに旅をしながら銃を使った10件の事件を起こし、7名の犠牲者、7名の負傷者を出す。続いて彼らはワシントン DC 近郊を恐怖に陥れた連続銃撃事件を起こす。共犯者を手に入れたムハンマドがついに計画を実行に移したのだ。彼らの犯行手口は車のトランクに穴を開け、そこから発砲するというもの。この方法であれば銃撃者の姿は目撃されない。彼らは特定の性別や人種を狙うことなく無差別に銃撃した。これが彼らが起こした連続銃撃事件の被害者である。彼らはわずか3週間ほどで10名の命を奪った。2002年10月2日午後5時、メリーランド州モンゴメリー郡の航空機店の窓に銃弾が撃ち込まれたが、負傷者は出なかった。1時間後、同じくメリーランド州ホイートンの食品雑貨店の駐車場にいたマーチンが銃撃された。翌日の3日、朝7時、造園家のブキャナンが芝刈りをしているところを銃撃された。1時間後、タクシー運転手のウォルケールが給油中に銃撃された。ほどなくしてベンチで読書をしていたラモスが銃撃され、1時間後にはリベラが撃たれた。ラモスが撃たれた際、現場から白いバンが走り去るのを見たという目撃情報があった。しかし、ムハンマドが犯行に使用していた車は青のシボレーカプリスであった。同日午後9時、元大工のシャルロが通りを歩いていたところを銃撃された。これまでの犠牲者はすでに6名。ここまでの犯行はマルボが引き金を引いていた。この連続銃撃事件により、ワシントン DC 近郊は恐怖に陥れられた。子供たちは単独での登下校が禁止され、住民たちは屋外での行動が制限された。10月4日午後2時、バージニア州フレデリックスバーグでシーウェルが銃撃されたが、命は助かった。10月7日朝8時、メリーランド州ベンジャミン・タスカーにある中学校の前で、ブラウンが胸を撃たれ重傷を負ったが、一命を取り留めた。なお、この事件現場付近でタロットカードとメモが発見されている。これはムハンマドが残していったもので、そこには警察を挑発するメッセージが書かれていた。私は神だ。マスコミには言うな。この事件をやめて欲しければ$1000万払え。10月9日午後8時、バージニア州マナサスのガソリンスタンドでメイヤーズが撃たれた。10月11日朝9時、
バージニア州フレデリックスバーグでブリッジズが撃たれた。10月14日午後9時、バージニア州にあるとあるショッピングセンターでフランクリンが撃たれた。それから数分後、今度はステーキハウスの駐車場でホッパーが撃たれるが一命を取り留めた。これまで多くの犠牲者と負傷者が出ており、現地の警察は躍起になって捜査に当たっていた。しかし、彼らの犯行には特定のパターンがなく、無差別であったため、捜査は難航していた。そんな状況下、警察はあるガソリンスタンドにて白いバンに乗った二人組の男を逮捕した。しかし彼らは事件に無関係であった。警察はラモスが撃たれた際に得た目撃情報から白いバンや白いトラックをマークしていた。しかしムハンマドが乗った車は青のシボレーカプリスである。警察は3週間もの間、信憑性の低い目撃情報をもとに捜査をしてしまっていた。当然ムハンマドとマルボが捕まるはずもない。そして次の事件はその翌日に起きた。10月22日午後5時、メリーランド州アスペンヒルにてジョンソンが撃たれた。これで一連の事件の犠牲者は10名となった。現地の住民たちは恐怖し、眠れない日々を過ごしていたが、この悪夢のような事件はあることがきっかけで、ついに終止符が打たれる。10月24日、ムハンマドとマルボはメリーランド州フレデリック郡にある高速道路の休憩所に車を止め、車内で仮眠をとっていた。そして彼らが乗った車を FBI が発見し、ようやく逮捕に至ったのだ。逮捕のきっかけとなったのは、ムハンマドが10件目の犯行後、警察を挑発する電話をしたことであった。電話の内容は、我々はアラバマ州モンゴメリの銃撃事件に関与しているというもの。この事件は一連の銃撃事件の1ヶ月前、9月に彼らが起こした事件で、当時はまだ未解決であった。この事件現場で指紋が採取され、さらに9件目の事件現場で発見された手紙からも指紋が採取された。2つの指紋を電子指紋データベースに照合すると、過去に逮捕歴があったマルボがヒットした。さらにマルボの経歴を調査した結果、彼がムハンマドと密接な関係にあることが分かった。その後、ムハンマドが購入した車が特定され、ニュース番組で車のナンバーが大々的に報道された。その番組を見た高速道路の職員が通報したのであった。この連続銃撃事件による犠牲者は10名、負傷者は3名であった。ちなみになぜムハンマドは1000万ドルを要求したのか、それは後に法廷で共犯者のマルボが明かしている。ムハンマドの長期的な目標は、私と彼、そして彼の3人の子供たちと一緒にカナダに移住し、若者のホームレスを集めてコミューンを作り、武器を与え、戦闘訓練を積ませることでした。そのために資金が必要だったのです。そしてゆくゆくは訓練を終えた戦士をアメリカに送り込み、アメリカ中の都市でテロを実行させる予定でした。ムハンマドは2004年3月に極刑を宣告され、2009年11月に処刑された。48歳だった。また、事件当時17歳だったマルボには、仮釈放なしの終身刑が言い渡された。彼らが起こした事件は、ベルトウェイ銃撃事件と呼ばれています。シリアルキラーの多くが白人男性であるため、この事件の犯人も白人だと思われていましたが、実際は黒人の男性でした。なお、彼らは新たに登場したスプリー型シリアルキラーと分類されました。通常のシリアルキラーと違い、彼らは冷却期間を挟まず、短期間のうちに無差別に人々を襲いました。これは日本のデータですが、無差別殺傷事件を起こした52名に対する調査で、52名のうち犯行時の月収が20万円を超えていたのは3人しかおらず、約8割が無収入、もしくは10万円以下でした。また、同居する結婚相手や異性の交際相手がいたのは2人のみ。友人がいたのは約2割にとどまり、社会的に孤立して生活に困窮していた人物が多いという傾向が伺えます。こうした無差別に人々を襲う者の多くが自己への境遇の不満、
もしくは特定の人への不満を持っていますが、ムハンマドはまさにそうでした。彼は子供を奪回すべく社会を大混乱に陥れようと画策しました。混乱に乗じて元妻を手にかけ、親権を手にしようと考えていたのです。標的とされたミルドレッドは事件後こう語りました。ムハンマドは湾岸戦争に行く前はユーモアセンスのある明るい人間でした。しかし帰還後はまるで人が変わってしまったかのようでした。彼は湾岸戦争で PTSD を患ってしまったのでしょうか。ただ、重篤な精神疾患に罹患したという記録はありません。いずれにしても多くの命を奪った彼の犯行は到底許されるはずがありません。また、2度の離婚も原因はムハンマドにあり、事業が失敗したのも自己責任で、全て身から出たサビです。彼は自らに生じた問題に対処できなかった未熟な人間だったのでしょう。培った狙撃の能力を間違ったことに使い、若者を事件に加担させ、多くの人命を奪ったムハンマド。彼の元妻、ミルドレッドは、ムハンマドが処刑されることを強く望みました。そして、望み通りに彼は刑に処され、この世を去りました。最後に格言をご紹介して締めたいと思います。悪は人々を結びつける。アリストテレス。最も深い憎しみは最も深い欲望から生まれる。ソクラテス。壊れた大人を修理するより強い子供を作る方が簡単だ。フレデリック・ダグラス。こんばんは、クリミナルです。今回は平成の元号が始まった直後に九州地方で起きた事件をご紹介します。あるラブホテルの駐車場に数日間赤いスポーツカーが止まったままになっていた。不審に感じた従業員が車内を覗くと、運転席には若い女性がおり、着衣に乱れがあり、鼻血が出ていて、顔面がうっ血していた。びっくりした従業員はすぐに警察に通報した。駆けつけた警察が調べたところ、車のドアは施錠されておらず、女性はすでに亡くなっていた。また、被害者の女性の頸部には索状痕が確認された。座席シートや被害者の体には体液が付着しており、被害者のバッグから2冊のアドレス帳、助手席からは所有者不明のアドレス帳1冊が見つかった。そして、車内にあった運転免許証や車検証から、被害者は北村恵子さんと判明した。警察は殺人事件として捜査を開始。ホテルの従業員に話を聞くと、事件の3日前と前日に男の声で不審な電話があったという。3日前にかかってきた電話の内容は、そこで何かあったかというもので、前日にかかってきた電話では、車の中で女が死んでいるという内容だった。その後警察は被害者の北村さんの自宅を捜索。すると彼女は昭和52年に結婚して2人の子供を設けたが、その後離婚していた。また、離婚してから昭和59年までの間、3人の男性と恋仲になっており、事件当時は理容師として働く傍ら、夜はデートクラブで働き、愛人バンクに登録しているという噂があった。ちなみに愛人バンクとは、1980年代初頭に一世を風靡した男女交際仲介業のことを指す。次に、助手席で見つかった所有者不明の謎のアドレス帳である。このアドレス帳には被害者の北村さんの連絡先が書かれている。つまり彼女のものではないということだ。このアドレス帳を念入りに調べると、ある男の指紋が検出された。その男の名は藤井祐樹。彼はデートクラブのチラシ配りの仕事をしていた。警察は内偵を進めた後に藤井に任意同行を求め事情を聞いた。すると藤井は被害者のことは全く知らない。そのアドレス帳はビラ配りをしていた際に拾ったものだが、いつの間にか落としてしまったと語り、事件のあった日は朝まで飲んでいたと話した。この藤井の供述には偽りがなく、アリバイもあった。また、現場で採取された体液と血液型が違ったため、藤井は捜査線上から外れることとなった。並行してアドレス帳に載っていた佐藤という男にも事情を聞いた。すると佐藤は、
このアドレス帳は私のもので、電話ボックスに置き忘れてしまったと話した。ただ、アドレス帳に被害者の連絡先を書いた覚えはないとし、きっと拾った人物が書き加えたのだろう、と彼は語った。確かに被害者の名前と連絡先だけ明らかに筆跡が違っている。また一つ気になる点がある。それは被害者の名前の村の漢字の点の部分が抜けていることだ。つまり被害者の名前を書いた人物は誤字をしている。では一体これは誰が書いたのか。捜査が振り出しに戻ってしまった上、謎は深まった。次に警察は被害者が参加していた社会人ダンスサークルに事情を聞きに行った。すると被害者は事件前にある男性と温泉旅行に行ったが、男性のいびきがうるさくて眠れなかったと知人に話していたことが分かった。警察はその温泉へと出向き、同行者の割り出しを行った。するとその人物は沢村忠という公務員の男であることが判明した。沢村に事情を聞いたところ、被害者の北村さんとは昭和60年に愛人バンクで知り合い、その後交際していたと話した。捜査員はこの沢村が犯人かと息巻いたが、彼には完璧なアリバイがあった。こうして藤井や佐藤に続き、この沢村も捜査線上から外れることとなったが、北村さんが愛人バンクを通して不特定多数の男性と会っていることは事実となった。その後警察が愛人バンクの調査を進めると、北村さんは4つの愛人バンクに会員として登録していたことが判明。また彼女の手帳には稼働状況と収入が記されており、昭和60年から63年までの間、2600万円の収入を上げていたことが分かった。また事件のあった日も愛人バンクの客と会っていたと書かれていたが、会った相手の名前までは記されていなかった。警察の上層部は被害者のアドレス帳に載っている人物を一人ずつ当たれ、筆跡も確認しろ、と一斉に指示を出した。そこで捜査員は根気よく連絡先が書かれていた人物を訪ねて回った。すると過去に被害者と交際していたある男の存在が浮かび上がった。その男の名は坂田大志。彼は過去に北村さんと交際していたことを素直に認めた。北村さんとは昭和60年頃にデートクラブで知り合いました。電話ボックスに貼ってあったチラシを見て電話をしたら、その相手が北村さんでした。その後は週1回のペースで会い、一緒に沖縄旅行に行ったこともあります。洗いざらい北村さんとの関係性を話す坂田に対し、捜査員は彼は白田という印象を受けた。ただ念のため被害者の名前をメモに書いてもらった。すると筆跡がよく似ている上、村の漢字の点が抜けていた。さらに坂田の唾液を採取したところ、現場に残されていた体液と同じ血液型であった。そして彼をポリグラフ検査にかけたところ、顕著な陽性反応が出た。彼が黒だと確信した捜査員は徹底的に追及した。すると坂田は、恵子、すまない、と自供した。昭和60年の夏、坂田はデートクラブを通じて北村さんと出会った。週1回のペースで会ううち、彼は彼女に恋心を抱いた。一緒に旅行に行くようになった頃、北村さんが引っ越しをしたいからお金を貸してほしいと言ってきた。その額は28万円。坂田は言われた通りの額を融通した。そして北村さんは引っ越しをしたが、坂田に住所は教えず、電話番号だけを教えた。その後北村さんは兄が入院した。しばらく看病する。と坂田に電話で告げ、それから2年間音信不通となってしまう。坂田は悶々としながらひたすら留守番電話に伝言を残し続けた。再び連絡が取れるようになったのは昭和63年の秋である。北村さんから連絡が入り、坂田は喜んだ。しかしそれもつかの間、再び連絡が途絶え始め、たまに連絡が取れても、今お金がないからもう少し待ってと言って
会ってくれない。そして事件当日、北村さんから連絡があった。午後4時にあの本屋まで来て、お金を持っていく。北村さんに会えることと貸したお金が返ってくるということで、坂田は軽い足取りで本屋へと向かった。赤いスポーツカーに乗って現れた北村さんは、喫茶店にでも行こうという坂田の言葉を無視して、ラブホテルへ車を走らせた。駐車場に着き、ホテルに入ろうという北村さんに対し、坂田は、金がないからここで話そうと言った。すると北村さんは、何を解消なし。あんたとはこれが最後。もう二度と会わない。と告げた。それを聞いた坂田は頭に血が上り、事前に用意していた紐で北村さんの首を絞めた。そして北村さんの所持金を盗み、彼女を車に残したまま逃走したのであった。一通り話を聞き終えた捜査員には気になる点があった。それは現場に残されていた体液だ。車内でそういった行為があったのかと思いきや、話を聞く限りない。単刀直入にそのことを聞くと、彼は明かした。死んだ恵子の姿に浴場してしまい、出てしまいました。それを恵子の体に塗りつけました。事前に紐を用意していたことから、坂田は北村さんに対し相当な不満を募らせていたのだろう。話の展開次第では手にかけることも想定していたということになる。ただ、体液が出てしまったことは想定外だったようだ。その後の行為に彼の欲望と性癖が垣間見えた。この事件は愛と金が絡んだ事件でした。日本の殺人事件を分類すると大きく分けて6つあります。1、怨恨型。2、心中目的型。3、地上型。4、暴力団抗争型。5、金銭目的型。6、介護悲観型。この事件は3の地上型と言えるでしょう。坂田は北村さんと真剣交際していたと思っていたのでしょう。しかし北村さんにとって坂田は単なる金づるのうちの一人だったのでしょう。坂田は自分なりの愛を提示するつもりで大金を北村さんに貸しました。そして見返りとして愛されることを切望しましたが、会ってくれないどころか連絡も取れない状態になってしまい、当然貸したお金も戻ってきません。坂田は金を貸すことによってある程度相手をコントロールしようと考えていたと思います。しかしそれは叶わず、彼は裏切られたと感じ殺意を抱くようになったのでしょう。そして坂田は事件当日に紐を持参しました。話し合いが穏便に済めば坂田が紐を取り出すことはなかったでしょう。しかし最悪な結果となってしまいました。昔も今も殺人事件の動機は変わらないようです。最後にある格言をご紹介します。スイスの推理作家フリードリヒ・デュレンマットはこう言いました。恋愛と殺人においてのみ人は今も誠実である。またアメリカの著名な作家スティーブン・キングはこう言いました。モンスターは存在する。幽霊も存在する。彼らは我々の中に住み、時として勝利するのだ。こんばんは、クリミナルです。今回は海外の事件をご紹介しますが、グロテスクな表現が出てきますので、ご注意ください。1984年2月27日朝、場所は西ドイツのとある公園。そこで散歩していた女性が何かにつまずき転倒した。石にでも足を引っ掛けたかと思ったが、それは人間の頭部だった。現場に駆けつけた警察官が公園をくまなく捜索すると、ビニール袋が発見され、中にはバラバラとなった遺体が入っていた。
遺体を調べた結果、それは一定期間冷蔵庫に保存されており、遺棄されてから6時間ぐらいしか経過していないことが分かった。よって遺棄されたのは前日の夜ということになる。また、性別は男性と判明し、顔は焼かれており、皮膚が剥がされていた。当時の西ドイツでは人肉食事件が頻発していたため、これも同様の事件か、儀式殺人かと思われた。司法解剖を進めると、頭部と両手が焼かれており、骨から肉がきれいに削ぎ落とされていることが判明。バラバラ遺体の断片44個をつなぎ合わせた結果、被害者の身長は約185センチ、体重は約80キロ、年齢は30代と推定された。また、指先がきれいに残っていたことから指紋が採取できた。早速指紋を確認してみると、被害者は美容師のハンス・ヨーゼフ・ビルツと判明。彼は過去に詐欺事件に関与しており、指紋を採取されていたのだ。最後に確認されている彼の住所は、メルヘングラートバッハ中央駅のすぐ近くにあるアパート。刑事が部下を引き連れ、そのアパートに赴くと、そのアパートの持ち主、マルティナ・ティンメルマン夫人と彼女の2人の息子がいた。このティンメルマン夫人はかなりの美貌の持ち主であった。刑事は夫人に質問をした。ビルツという男性をご存知で。ええ、存じております。彼はうちのアパートに住んでおりましたが、1年前に出て行ったきりお会いしておりません。ただ、ビルツの住民登録はこのアパートになっている。夫人が嘘をついているか、ビルツが無届けのまま転々としていたか、どちらかのようだ。刑事がビニール袋を調べていると、そのうちの2枚にレンタルビデオ店の印刷がされているのに気づいた。早速刑事はそのレンタルビデオ店に赴き、ホラー作品を中心にビデオを借りた人物の記録を調べた。おそらくこの事件の犯人は人を食べている。そういう輩は大抵ホラーマニアである。刑事はそう思っていたのだ。すると記録の中に見覚えのある名前が。それはバルター・クロンという男。彼は交通事故で亡くなった少女の肉を食べたことで捕まり、7年の実刑に処された青年である。警察がクロンの自宅を捜索すると、人肉食に関する資料が多数発見されたが、クロンは今は食べてないと強く否定した。結局、これといった証拠は見つからず、捜査は振り出しに戻ってしまった。次に刑事はビルツが勤務していた美容院に赴いた。オーナーに話を聞いたところ、ビルツとは突然音信不通になったという。そこでオーナーが彼が住むアパートに電話をしてみると、電話には女性が出て、彼はもう部屋を引き払いましたよと言われたそうだ。ただビルツは1ヶ月分の未払い給料を受け取ることなく姿を消しており、少し不自然である。そこで刑事が電話に出た女性の名前はと尋ねると、オーナーはティンメルマン夫人だと答えた。刑事が夫人の自宅を訪れると、彼女は笑顔で迎え入れてくれた。刑事はそこまで夫人のことを疑っているわけではなかった。しかし、部屋に立ち入ると、ぎょっとした。床には無数の雲や蛇が這いずり回っており、テーブルの上には血だらけのペットが置かれていた。夫人によると、死んだペットを食べるためにちょうど切り刻んでいたそうだ。他にはハムスターがいたが、それは蛇の餌として飼育されていた。夫人は生きたハムスターが蛇に食べられる光景を見るのが大好きであった。次に本棚を見ると、ホラービデオやポルノビデオで埋め尽くされており、壁にはホラー映画のポスターがあちこちに貼ってあった。その後、夫人の自宅へビルツが頻繁に出入りしているのを見たという目撃証言が出たこともあり、本格的に家宅捜索がなされた。冷蔵庫の中を調べてみると、中には食べかけのネズミ、ヘビ、クモが入っていた。また、冷凍庫の中には人肉が保存されており、それには人間の歯の跡がくっきりとついていた。
観念した夫人はビルツを食べたことを明かしたが、それは殺人には当たらないと主張した。彼女の言い分はこうだ。彼は別の世界に行っただけ。子供たちが成人したら私も後を追うつもりでした。私は彼に頼まれてやったのです。彼は風呂に入り、水に顔を押し込まれ、リンゴを握らないと興奮しない男だったのです。彼は自分が死ぬ時もこれをやってくれと私に懇願していました。ティンメルマン夫人の幼少期は惨憺たる家庭環境であった。彼女は5歳の時、祖父に G 行為を強要され、11歳の時には義父にストリップを強制された。その後彼女は施設に送られたが、14歳の時に実家に戻る。しかし、2人目の義父に侵されてしまい、再び施設に戻ることになった。劣悪な家庭環境で育ったせいか、彼女は精神的にかなり不安定であったが、現在の夫と出会って結婚し、2人の子供を設けた。ただ、良好な関係は長くは続かず、夫婦関係はすっかり冷め、事件当時は別居中であった。そして、その後ビルツと出会い、愛人関係になったのである。ある日の夕方、ビルツは強い睡眠薬を5錠飲み、風呂に入った。後に香水をつけた夫人がリンゴと紐を持って浴室に現れた。彼の首に紐を巻き、ビルツの頭を水の中に押し込むと、リンゴを手渡した。そして力いっぱい紐を締めた。しばらくすると彼は溺死した。その日、別居中の夫が自宅にやってくる予定だったので、何か人間の体を切断できるようなものを持ってきて、と夫人は頼んだ。すると夫は電動のこぎりと電動肉切りナイフを持ってきた。遺体が腐敗してしまう前にと手早く切断していき、顔と両手はオーブンで焼き、食用になる部分は煮立てて、それ以外は50枚のビニール袋に詰め込んでいった。ビニール袋はスーツケースの中に入れ、それを車の荷台に積み、夫に捨ててきてと頼んだのである。ちなみに彼女はビルツの肉を使った料理を子供たちに食べさせていた。1985年12月、裁判が始まった。夫人は、ビルツが死ぬことを強く望んだ。私はそれを手助けしただけ。それは愛ゆえの行動なのです。と、情状酌量を訴えた。また、こんな供述もした。彼は私なしではもう生きていけないと言いました。ただ、先のことを考えると、それは無理だと感じていました。死人に口なしで、もしかしたら彼女が自分に都合のいいように話を作っている可能性もある。しかし彼女に下った判決はわずか懲役8年。法廷では謀殺ではなく殺意なき殺人と認定されたのであった。愛人を殺めその肉を食べたマルティナ・ティンメルマン。人間が人間の肉を食べる行動をカニバリズムと言います。なぜ彼女はビルツを食べたのか。彼女は多くを語らず、詳しくは不明のままです。カニバリズムの発生には諸説ありますが、一部の説では性的行為の一部と捉えられています。シリアルキラー、ジェフリー・ダーマーはこう言いました。食べた相手が自分の体の一部になるような気がしたんだ。また、アンドレイ・チカチーロは人を刺すことや人肉を食べることで性的興奮を得ていました。ちなみに彼は人肉を噛むことを好み、あまり飲み込むことはしませんでした。両者とも内臓に性的魅力を感じていましたが、ジェフリー・ダーマーは考える人食いでした。彼は全てのプロセスにこだわりを持ち、カニバリズムに至った時、それは儀式のクライマックスで、二人だけの大事な生産の場となるのです。ただ相手は皿の上に乗っているわけですが。そして人肉を食べ、被害者と同化したような感覚に浸っていたのです。カニバリズムの思考を持つあるアメリカの俳優は、女性に送ったメールにこう記していました。
快楽とは突き詰めて言えば相手と同化したいという欲求だ。性的指向としてのカニバリズムは誰かと近づきたいという感覚や満たされない虚しさを際立たせたり満たすものである。資料も少なく顔写真も出てこない彼女ですが、参考文献には遺体を解体し食する過程で性的興奮を得ているような印象は受けませんでした。ただ彼女はビルツの頭部に頬ずりをしていたとされています。このことから少なくとも何かしらの愛着があったと思われますが、その後ビルツの頭部は公園に捨てられています。愛する男を食べたマルティナ・ティンメルマン。愛しすぎたために食べてしまったのか、性的興奮を得るためだったのか、単なる食料として認識していたのか、今となっては知る由もありません。ちなみに日本人でもカニバリズムに至った人物がいます。それは佐川一世です。彼はフランスのパリでオランダ人留学生の女性を射殺し、その女性の肉を食べました。ただ、精神鑑定の結果、心神喪失状態として不起訴処分となり、1984年に日本に送還されていました。帰国後は作家活動をしていましたが、2022年11月に肺炎で亡くなっています。彼はこんな言葉を残しています。今実現しなければ後で後悔する。その後悔が恐ろしかった。こんばんは、クリミナルです。今回はアメリカの女性のシリアルキラーをご紹介します。2006年2月、ニューハンプシャー州エッピング在住のケニー・カウンティが失踪した。彼は学習障害を抱えていて読み書きができなかった。母親が心配していたところ、カウンティから家電があった。彼は、ママ、家に帰れない、と言った。母親が困惑していたところ、背後から女性の声がした。そして電話を代わった女性はこう言った。お母さん、いい大人をいつまでも甘やかすんじゃないよ。女性はそう言って電話を一方的に切った。その女性の名はシーラ・ケイ・ベイリーは1958年にアメリカ・アラバマ州フォートペインに生まれた。後に彼女は改姓するので以後ラバールと呼ぶ。彼女は小さい頃から癇癪持ちで家族からは爆竹と呼ばれていた。彼女の父親は非常に外面が良く陽気な人間だと思われていたが、酒を飲むと人格が変わった。父親はアルコール依存症で酒を飲むと頻繁に家族に暴力を振るっていた。こんなエピソードがある。ある日、酒を飲んだ父親は斧を手に取り、ラバールと姉を追いかけ回したことがあった。ラバールと姉は必死にトウモロコシ畑の中を逃げ回った。こんなことが一度だけではなく何回もあったという。また、父親はラバールの体を触るなどいたずらも繰り返していた。さらに父親の友人もラバールにいたずらをしており、姉も同様の被害に遭っていた。ただ父親は優しい時もあったため、ラバールは父親を愛しはしていたが、いたずらをされる時には嫌悪感を抱き、罪悪感や怒りも覚えていた。劣悪な家庭環境で育った彼女だが、様々なことに才能があり、勉強もできた。また、見た目が良かったため、男子からも人気があり、高校では美人コンテストに出たこともある。この頃すでに寄ってくる男たちを手玉に取って利用するという処世術を身につけていた。後に彼女はこう語っている。今は年を取って太ってしまったけど、若い時はモテてしょうがなかったわ。本屋に行けばみんなが私のことを見つめてくるの。そんな彼女は美人コンテストに出た際、自作の詩を読んだ。その詩からは虐待によりすでに彼女が精神を病んでいることが伺える。快楽や宝物をくれる男もいれば何もくれない男もいる。ある男は娘を好み、ある男は名誉を好む。そしてある男は破片を好む。
この破片とはラバールのことを指している。彼女の心は砕け散っていたのだ。1976年、ラバールは高校を卒業し、地元の青年、ロニー・ジェニングスと結婚した。結婚生活は最初こそうまくいっていたが、夫は浮気を繰り返し、酒を飲んで暴力を振るうようになった。その影響で虐待を受けたことがフラッシュバックしてしまったラバールは離婚を要求したが、夫は拒否。絶望した彼女は睡眠薬を大量に飲み、車を運転。ほどなくして事故を起こし、意識不明に陥った。しばらく昏睡状態が続いたが、奇跡的に目を覚ました。彼女は昏睡状態の時、不思議なものを見たという。それは、髭を生やした白いローブを着た老人が、ラバールの周りに何人もいて、ラバールのことを復讐の天使と呼んだという。そして彼女は、小児性愛者を罰せよ、という典型を得た。こうしてラバールの中に、復讐の天使の人格が形成された。この体験以降、知り合った男には必ず、子供に興味はある、と聞き、会話内容をメモに記録した。悪い男だと判断した場合、彼女はその男のことを悪魔と記していた。なぜ子供に興味はあると聞くのか。それはラバールが小児性愛者を罰せよという典型を得たからである。その後彼女は新聞や雑誌広告でパートナーを募集している男性にコンタクトを取った。彼女が出会いたかったのはルックスがいい男性でも社交的な男性でもない従順で支配下における男性であった。そんな中、彼女はとある雑誌広告で資産家のウィルフレッド・ビル・ラバールのことを知る。彼は広大な農場を持っていてパートナーを探していた。環境を変えたいと思っていたラバールはすぐに自身の半裸の写真を彼に送り誘惑した。それは効果抜群だったようでビルを落とすことに成功した。こうしてラバールはビルの内縁の妻となり、ベイリーからラバールへと改姓した。そして彼女はビルの資産を自分が相続できるように仕向けた。この二人の関係は心不全でビルがなくなる2000年12月まで続いた。ちなみに彼女はビルと暮らしている間も複数の男性と関係を持っており、なんと結婚までしていた。それをビルは容認してくれていたと彼女は言うが、死人に口なしなので嘘か本当かは不明である。また、ビルの家族はラバールが資産欲しさに近づき、毒を持ったのではないかと主張したが、確たる証拠はなかった。こうしてラバールはビルの資産と広大な農場を引き継いだ。近所の人はこう証言している。彼女は街で若いホームレスに声をかけ、農場に誘い込んでいた。薬物もやっていたようだ。時には配達員も誘惑していた。次にラバールは出会い系サイトを使い始め、そこでケニーカウンティと知り合った。ラバールは学習障害を抱えていた彼を誘惑し、車の中で関係を持った。その後は母親から引き離しにかかった。こうして彼はラバールの毒牙にかかってしまい、2006年2月に失踪することになる。カウンティの母親は息子から電話があったが知らない女性が電話に出たと警察に相談。実は警察には思い当たる節があった。それがラバールであった。彼女は地元ではちょっとした有名人で厄介者として皆が敬遠していた。非常に支配的な女性で大声を出して相手を威圧したり主導権を取りたがる女性だった。また彼女は特に用事もないのにしょっちゅう警察署に電話をかけてくることでも有名であった。そこで早速ラバールにコンタクトを取った。巡査部長がラバールの自宅を訪れドアをノックすると彼女が出てきた。ここにカウンティはいると聞くと、いるけど今は話すことができないと答えた。彼がこの家にいると分かり、巡査部長は食い下がった。すると家の奥からカウンティがやってきて、自分の意思でここにいる。大丈夫と答えた。巡査部長は一旦引き上げることにした。
それから21日後の3月17日、地元のウォルマートから店でいさかいが起きているとの通報があり、警察官が店に駆けつけた。すると店にはラバールとカウンティがおり、車椅子に乗ったカウンティの顔にはいくつもの火傷の跡や切り傷ができていた。どうやらカウンティの怪我の状態を気にしてスタッフがラバールに声をかけたところ、突然彼女が騒ぎ始めトラブルになったようだ。それから6日後、ラバールから署に電話があった。応対した職員が何気なくカウンティは元気と尋ねると、ラバールは彼は出て行ったと答えた。話を聞いた巡査部長がラバールの自宅へと急行すると、庭には焼け焦げたマットレスが放置されており、近くには灰と肉がついた骨が落ちていた。しばらく庭を調べていると、ラバールが出てきた。カウンティはどこに行ったと聞くと、彼女は知らないと答えた。その後同意を得て自宅へと入ると、中は散らかっており、あちこちにウサギがいて悪臭がした。そしてラバールの言う通り、そこにカウンティの姿はなかった。庭に戻った巡査部長は、あそこにある骨は何と彼女に聞いた。すると彼女は、ウサギか小児性愛者の骨だと言った。なんだってと巡査部長が聞き直すと、彼女は慌てた様子で、ウサギの骨だと言い直した。ラバールは何かを隠している。そしてあの骨はカウンティのものであるに違いない。そう確信した巡査部長は、令状を取って再度自宅を訪れた。すると、巡査部長が目撃した灰や肉がついた骨がなくなっていた。ラバールは証拠隠滅を図っていた。再度巡査部長が、カウンティはどこにいると聞くと、彼女は白い袋の中だと答えた。その白い袋は庭にあり、中には無数の骨が詰まっていた。カウンティはこの中にいるのかと聞くと、違うわ、それは火葬したウサギの骨よ、と彼女は言い直した。巡査部長は、この骨はカウンティのものだと確信した。そこで骨を回収し、DNA 鑑定をすることになった。また、家宅捜索をした結果、居間の壁やトイレ、キッチンに飛び散った血の跡が確認された。DNA 鑑定を進める中、ラバールに事情聴取を行った。そこで彼女はカウンティとの出会いについて語った。彼とは出会い系サイトで知り合って、彼からメッセージを送ってきた。彼は母親を嫌っており、家を出たがっていた。それでうちに招いたの。でも、彼が小児性愛者だと分かり、追い出したわ。その後は彼がどこに行ったかは知らない。そのようなことを彼女はペラペラと喋ったが、ほとんどが作り話であった。2006年3月29日、ラバールの自宅で大規模な家宅捜索が実施された。すると、マイケル・デロージという名前が記載された銀行の明細書や身分証などが発見された。デロージはラバールの元恋人で、出会いは2004年。デロージがホームレスの施設にいるところをラバールが声をかけ、交際が始まった。デロージは恋人ができたとラバールのことを母親に紹介していたが、2005年を最後に行方不明になっていた。そこで警察はデロージの母親に息子の DNA サンプルをもらい、家宅捜索で確認された血痕と照らし合わせた。すると一致した。彼もまたラバールが手にかけていたのである。その後、テレビでこの事件が大々的に報じられ、ラバールは逃走したが、後に逮捕され、自供した。カウンティは刺した後に燃やしました。デロージは息子を手にかけようとしたから殺めました。この息子とは大事にしていたウサギのことである。ある日、キッチンでデロージが私の愛するウサギを悪魔のような冷たい目でじっと見ていた。その時、声を聞いた。彼はウサギを刺すつもりだ。すると彼女は大事な息子を守るために床に落ちていた短い鎖を手に取り、彼の側頭部めがけ、思いっきり振り回した。そして壁に血が飛び散った。
その後もナイフやハサミで執拗に攻撃を加え、デロージは絶命した。そして彼の遺体を焼いた。なお、この事件が発生したのは2005年である。つまりこの事件が1件目の犯行だったのだ。裁判ではあるビデオテープが証拠として採用された。それはカウンティとデロージが自分は多くの罪を犯した犯罪者で小児性愛者だと自白する映像であった。しかし彼らは拷問され、無理やり言わされているのは誰が見ても明らかであった。彼女は終始彼らは小児性愛者だったと非難しているが、根拠は全くなく、彼女がそう思い込んでいるだけであった。また、法廷にはラバールと恋人関係にあったジェームズ・ブラケットが姿を現し、ラバールに虐待されていたと証言した。ある時はハサミで頭を刺され、ある時は車でひかれそうになったという。この件についてもラバールは起訴された。彼女は自分は小児性愛者を罰するために神から使わされた天使であると主張し、心神喪失を理由に無罪を主張したが、仮釈放なしの終身刑が言い渡された。ラバールの逮捕後、警察が3週間にわたって農場を捜索した結果、人間の足の指が3本発見された。分析の結果、それはカウンティでもデロージのものでもなかった。また、農場の外れから人間の尾骨が発見された。この骨も一体誰のものなのか、現在もわかっていない。警察はラバールによる犠牲者は他にもいる。そう考えているが、彼女は否定している。また、資産家のビルに関しても殺害を疑われたが、こちらも否定している。ただ、ラバールが結婚した相手によると、彼女にビルを手にかけろと命令されたことがある、と証言している。少なくとも2人の男性を殺めたシーラ・ラバール。彼女は自らの魅力で多くの男性を手玉に取り、利用し、破壊していきました。彼女は関係を持った男性たちを憎しみのはけ口としました。そして悪魔、小児性愛者と決めつけ、罰していたのです。彼女がバラバラになり、破片となってしまったのは、父親とその友人による虐待が原因でしょう。彼女は男性に嫌悪感を抱き、憎しみの対象としました。そして、忌むべき存在である男性を支配下に置くことで、快楽を得ていたのだと思います。彼女は取り調べにおいて、頼りにしていたビルがなくなったことで、過去のトラウマが蘇ってきて、苦しんでいたと泣きながら話していました。彼女はビルがなくなった後、若いホームレスの男性たちを農場に誘い込み、関係を持っていました。おそらく従順で支配されることを拒まない都合のいい男性を手に入れることで欲を満たしていたのでしょう。ホームレスの男性たちも屋根のある家に住めて食事も提供される。ある程度利害が一致していたのです。ただ、その中で犠牲となってしまったのが小児性愛者のレッテルを貼られたカウンティとデロージでした。典型を得て復讐の天使となったラバールは彼女の中の悪魔を罰し、それを正義だと思っていたのです。